皆さんこんにちは。刺繍作家のコル佐川です。今日はみんな大好きお花の刺繍、レイジーデイジーステッチをやっていきたいと思います。後半はその刺繍を使って図案を考えながら作るまでやっていきますので、最後までご覧いただけたら嬉しいです。まずはじめに今日使う糸は25番の刺繍糸、224番桃色の糸を4本取りでやっていきます。玉結びをして生地の下から針を出します。針を出した穴と同じところもしくは際に針を刺します。そうすると玉結びの結び目が裏側にあるので、もう片方の手で結び目を避けて針を刺していきます。針を刺したらチェーンステッチと同じ要領で布の下から針を出して針に糸を引っ掛けます。針を抜いて輪っかに引っ掛けます。糸が揃っていなかったらちょっと戻しながらきれいに揃えます。輪っかの外側に針を刺して花びら1枚の出来上がりです。次2枚目の花びらも同じように刺していきます。左から右に糸をかけているので、進行方向は時計と逆回りになります。糸の流れに逆らわず刺繍することがコツの一つになります。あっという間に2枚目の花びらができました。1枚目、2枚目と同じく放射線状に花びらを刺繍していきます。中心はフレンチノットを刺繍して仕上げていきます。一巻きくるんと針先に引っ掛けて刺していきます。フレンチノットのやり方についてはこちらの動画をご覧ください。あっという間にお花の刺繍ができました。こちらはフリーハンドで刺繍したのですが、同じものを刺したいときは定規などを使って刺繍をしていきます。ちなみにこの便利な定規はダイソーのものです。今回のお花は 12mm ぐらいのサイズに仕上がっているので、花びらの輪っかを引っ掛ける点はちょっと内側なので、1個小さい 11.5mm で点を打っていきたいと思います。中心の部分にまず印をつけます。5枚の花びらなので五角形になるように点を打っていきます。こんな感じです。印の下から針を出して先ほどと同じように刺繍をしていきます。今度は花びらの中も色を塗りたいので、花びらの内側を1ステッチ入れます。これで1枚目の花びらができました。その他も同じ要領で刺し進めていきます。真ん中はシングルステッチを 4,5 回重ねてプチ丸を作ります。この時に糸を引っ掛けないように注意しながら繰り返します。縦、横、斜めとバランスを見ながら方向を変えて刺していきます。これで2個目のお花が完成です。次のお花は花びらがたくさんある菊花のような想像のお花です。この定規ですと 23mm の円の部分を使ってまず中心に印をつけて上下左右も印をつけます。次に4つの印の間にそれぞれ2つずつ均等に印をつけていきます。こんな感じで印をつけ終えたら、今度は中心を少し開けたいので小さな円を描きます。今回は 2.5mm を使いました。
円が描けたら、この小さな円の外側から針を刺してレイジーデイジーステッチをぐるりと刺繍していきます。余談ですが、レゼーデイジーステッチって読んだりすると思うのですが、どこかの国の言葉から来たのでしょうか。母の持っていた古い刺繍の本にもそう書いてありました。正式な名前はこちらの方が正しいのでしょうか。ご存知の方いらしたらコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。そしてあっという間にぐるりと刺繍ができました。中心は1個目のお花でできたフレンチノットをポポポポポッといくつか刺繍して出来上がりです。お待たせいたしました。レイジーデイジーステッチを使ってサムネイルの図案を考えながら刺繍をしていきます。今度は 16mm の円を使って中心に上下左右に印をつけ、その間にも1点ずつ印をつけていきます。点が描けたら先ほどと同じように刺繍をしていきます。糸が長すぎました。手染めのレーヨンの糸を使っているのですが、シルクの釜糸のようで扱いがとても難しかったです。段染めが美しいのでなるべく切りたくなかったのですが、これは長すぎてダメな例ですね。ビリブ細工ですが1個お花ができました。なんとなく等間隔にお花を描こうかななんて思い、花びらの先から1センチ開けてお花をまた描いてみました。お花とお花の間に何かモチーフや曲線を入れようかなと思い、とりあえず1センチの間の真ん中5ミリのところにも点を入れてみました。こんな感じで4つのお花ができました。お花の中心に黄色の刺繍糸でシングルステッチを数回入れていきます。ステッチごとに針で糸を揃えながらやると綺麗に仕上がります。とりあえず4つのお花はこれで完成です。お花の間に何か一つ入れたくて、白っぽいふんわりしたハートみたいなモチーフをとりあえず入れてみようと思います。レイジーデイジーステッチの応用編ベリーステッチを刺繍します。やり方はほとんど同じです。輪っかを引っ掛けるステッチを気持ち長めにステッチします。ちょっとだけ長めにですね。そして輪っかを引っ掛けるステッチの部分にもう一度糸を通すだけです。ちなみにチェーンステッチを重ねて刺繍するタイプのベリーステッチもありますよ。ステッチに糸を通すときに糸を裂いて針を通さないように注意が必要です。これでベリーステッチが一つ出来上がりました。刺繍で埋めたいので内側にもサテンステッチを一つ入れます。本当に糸が長すぎるのはダメですね。これで2回目です。右側も同じように刺繍をして小さなハート型の刺繍ができました。交互に逆さにしようかなと思って次は下向きに刺繍してみました。この後どうしようかなと悩み、定規をあてがってみたりしたのですが、いいアイデアが浮かばないので、とりあえず花の下 5mm のところに点を打ち、一列に刺繍した図案をそのまま交互に刺繍することに決めました。点と点の間に印をつけてお花を刺繍していきます。そして2段目の刺繍が終わりました。お花の中心を刺繍するときに思いつきでハートにおしべをつけてお花に変更しました。そしてこのままお花を増やしちゃえとやけになり、3段目も刺繍し始めました。
ちびこの白いお花も刺繍すると結構なボリュームになってきました。間に定規でラインを引いて細かなチェーンステッチを入れてみました。途中が切れてしまったのですが、ラインを入れているところがこちらです。ちびこのお花の中心に縦線をブルーのお花の高さまで引いて、それをつなげて線を引きました。縦線はシングルステッチを2回、斜めは細かなチェーンステッチを刺繍していきます。次にこのアイボリーのステッチの上からラメの糸をポイントに入れていきます。本当にちょっとアクセントとして入れたいので、シングルステッチの場所はツイスト状に絡ませるだけ、チェーンステッチの方はバックチェーンステッチを入れていきます。小さな小さなステッチですが、一つプラスするだけで作品っぽく仕上がりました。皆さんはどんな風に作っていますか？私は図案からの時もありますが、こんな風に手を動かしながら考えることもあります。何かの参考になりましたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それではまたね。